紙で作る梅の花ですね。こちらの作り方を、ご紹介していきます。それでは作っていきます。この画用紙は6センチと6センチの正方形になります。これで額辺を作るのですが、折り方につきましてはこちらの紙でご説明させていただきます。まず紙をひし形に向けて、で三角に半分に折ります。折ったらさらに半分に折ります。半分に折ったら開きます。開いたら上の方、手前1枚ですね。これを下の方に向けて折ります。真ん中の方に折り筋をつけます。折り筋をつけたら開いて、今つけた折り筋のところにまた頂点の部分を持ってきて、で上の部分を折ります。折ったら開きます。開いたら先ほど折った上の折り筋と真ん中のこちらの折り筋を合わせるように下の方にずらして、折り筋同士が合うところで上の方を折ります。折ったら開きます。次に今つけた折り筋、この折り筋の端っこの方、先ほどの折り筋の端っこの部分とこの真ん中の折り筋のところ、ここを軸にして右の方を動かします。でこの時に下の辺と折り筋の端っこの部分が合うところで右の方を折ります。折ったらこれを裏返して、裏側の方もこの下の辺を今度は左の方に向けて動かして、そして折ります。次にこちら手前の1枚を右の方の辺に合うように動かして、そして真ん中の部分を折ります。折ったら開きます。次に額辺の一部を描いていくのですが、真ん中の折り筋を頂点になるように点を描いて、そこから左右に弧を描くように線を描いていきます。これをですね、先ほどの画用紙でも同じように作っていきます。画用紙の方でも同様に作りました。大きさの方はだいたい 8mm、9mm ぐらいで小さめに作ってます。お好みのサイズで作ってみてください。あとはこれをハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。これを開きます。次にへこんでいるところの1箇所、ここに切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら向きを変えて、で1箇所ですね、へこんでいる方に向けて1枚切ります。次にこれにボンドを塗って五角形にするのですが、こちらの切り残しですね、これが結構余っているので、こちら一部分切ってしまいましたが、切る前にこちら紙に当てて、紙に当てた状態で、下書きを書いて、型紙代わりに使うこともできると思いますので、複数作る場合はこのようなやり方でやると、無駄がないかなと思いますので、お好みで作ってみてください。次に先ほど切ったものを五角形にします。切り込みを入れて切った部分ですね、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら隣の紙の裏の方に貼り付けます。はい、こんな感じで五角形を作ります。額辺ができましたら今度は花びらの方を作っていきます。この紙は横の長さが10センチ以上、幅の方が 2.5 センチになってます。この画用紙を半分に折ります。半分に折ったら向きを変えて、これに花びらの下書きを描きます。花びらの大きさはお好みの大きさでいいのですが、先ほどの額辺に合わせるのであれば、高さが 1.5 センチ程度、折りたたんでいる状態で横幅が6ミリほどになります。高さと幅を描きましたら、これに花びらの形で下書きを描きます。上の方が丸くなるようにしてください。で、下は尖らせます。このように下書きを描いたらハサミで切ります。ハサミで切りました。これを開きますと、このような感じのものが出来上がります。鉛筆の残りがありますので、必要であれば消しゴムで消してください。1枚作ったら、これをもう一度半分に畳んで、で、この紙を型紙代わりに使っていきます。
1枚目の花びらを挟んでる状態で、鉛筆で下書きを描きます。はい、こんな感じですね。これも同様にハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。同様の工程で合計で5枚ですね、作ってください。花びらを合計5枚作りました。ちなみに今回白で作りましたが、赤い画用紙、先ほどのこの切れ端でも同じように作れますんで、お好みの色のものを作ってみてください。次におしべの方を作っていきます。この画用紙は高さの方が 1.5 センチ、幅の方は2センチ以上あれば何センチでも大丈夫です。まずはこの紙の一番長い辺の方ですね。ここに黄色いペンでも色鉛筆でもいいので一部分塗ります。片方塗ったら裏返して同じ部分ですね。同じように黄色で塗ります。はい、黄色に塗りました。同じ位置に塗るようにお願いします。次にハサミで切れ込みを入れます。黄色く塗った側から、幅1ミリか2ミリ程度で切れ込みを入れていってください。奥の方もだいたい2、3ミリ残して切れ込みを入れていってください。だいたい横幅 1.5 センチほど切れ込みを入れたらこのまま切ってしまいます。切り込みを入れた部分を切ったら、これをですね、下のつながっている部分、ここを指で少し曲げまして、癖をつけます。そしたらこのまま丸めていきます。はい、丸めました。次に端っこの部分にボンドを塗って接着します。はい、ボンドで貼り付けました。あとは黄色く塗った部分が閉じている状態ですので、これを指で広げてください。広げるとこんな感じになります。もしもボンドで接着したこの下の方が長いなと思われた場合は、ハサミで余分な分を切っちゃってください。はい、少し短くしました。続きまして軸の方を作っていきます。この茶色い紙は高さが 1.5 センチ、幅の方が 2.5 センチになってます。この紙を定規などでこのように当てて少しカールさせます。片方を曲げたら反対にして、で、手で持ってた方もカールさせます。そしたらこれをくるくると丸めていきます。丸めたら端っこの辺にボンドを塗って貼り付けます。綺麗な筒状にならなくても大丈夫です。ある程度棒にできればそれで大丈夫です。ボンドが貼り付いたら今度はハサミを筒の先端の方に差し込んで、だいたい 3、4 ミリ程度1箇所入れて向きを変えて、あとですね、1箇所、2、3、4箇所ぐらい切れ込みを入れてください。3から4箇所ほど切れ込みを入れていただければと思います。で切れ込みを入れたら上の部分を開きます。はい、このような感じのものを作りました。あとは作ったものを、貼り付けていきます。花びらなどを貼り付ける前に、これがまっすぐなので、ちょっと加工します。こちらは100円均一などで売ってるジョイントマット。それを、切ったものになります。このジョイントマットの裏側ですね。裏側の方を使っていきます。ちょうどクッションになってると思うんで、これにさらに鉛筆を使います。鉛筆の特に反対側、削った方の反対側の丸くなっている方ですね。丸くなっているものであれば、鉛筆でなくても大丈夫です。花びらを加工していくのですが、色が同じなので赤い花びらでご説明していきます。ジョイントマットの裏側のクッションになっている方、こちらに置いて、そして鉛筆など、丸くなっている方で押して、で真ん中あたりをへこませます。癖をつけるような感じになりますね。こうやってグリグリと押すことによって花びらの真ん中あたりがカールするようになりますし、若干シワが寄るので、花びららしくなるかなと思います。この加工を他の花びらも同じように行ってください。花びら5枚ともに癖をつけました。そしたらこれらを貼り付けていきます。まずは軸の方、切れ込み入れて開いたところにボンドを塗ります。
ボンドを塗ったら額辺の裏の方、出っ張ってる側ですね。こちらに貼り付けます。こんな感じの見た目になります。あとはですね、ボンドがしっかり貼り付くのを待ちます。ボンドが貼り付いたら今度は花びらを貼っていきます。花びらの出っ張らせた先端あたり、出っ張っている方の先端の方に向けてボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けます。こんな感じですね。裏の方を見ると、額辺のとんがっている部分と花びらの真ん中の折り筋、それがあればですね、だいたいそれが一直線になっているのを確認すれば、綺麗に仕上がるかと思います。こんな感じでですね、他のものも貼ってみてください。花びら5枚を貼り付けました。こんな感じの見た目になります。貼り付けた際に真ん中の部分が、赤いところが見えてもいいのかなと思いますので、それはお好みで、調整してみてください。花びらがしっかり貼り付くのを待ちます。ボンドが貼り付いたら、あとは花びらをお好みの角度に、広げてください。花びらを広げたら最後におしべの方を貼り付けます。おしべの裏側の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら花びらの真ん中に貼り付けます。ボンドがしっかり貼り付いたら、あとはですね、後ろの軸、枝の方ですね、ここがですね、あんま長くなくてもいい場合は、ハサミで切って長さの調整をしてください。これで花の方は完成になります。次に、つぼみが花開いている途中のものの作り方を紹介していきます。作り方は簡単で、花びらの方をこのクッションに押し当てる際に、程よく真ん中がへこむようにというふうに伝えてましたけども、つぼみから花開く途中のものはぐっと押し込んで、強くカールさせるような感じで、調整してみてください。このような感じで、結構へこませるようにしてます。次に額辺の方も加工します。額辺も五角形に貼り付けた後ですね、これをクッションに置いて鉛筆で、ぐりぐりとカールさせるような感じで加工してください。このような感じで、丸くなるような感じでカールさせました。あとはですね、花びらに、先ほどと同じように膨らんでいる側の先端にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら額辺をこのままの状態で、貼り付けます。こんな感じで残り4枚も、貼ってみてください。花びらを貼り付けるとこんな感じの見た目になります。あとはこれにおしべを貼ります。おしべの方を貼り付けて、これでつぼみから開いていく花の完成になります。梅の花につきましては、白や赤以外にも、ピンク色のものもあるみたいなので、表現に合わせて、いろいろと作ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。